こんな風にね、結構こういう風に圧縮されてるって感じですかね。コケラクさんのコケラクっていう多分年も近いんじゃないかなと思うんですけども、これで勝手に僕はもう友達だと思ってて、いやあんな風になるんだと思って、動画ずっと緊張し続けて見てました。枝葉の成長がかなりこう伸び伸びとした成長になるんで。はい、おはようございます。西横県の苔見沢です。今日は12月13日の月曜日ですね。今時間が8時43分です。今日はちょっと遅くなっちゃったんですけれども、これから苔の収穫に行って出荷作業をしたいと思うんですけれども、いやー、週末ですね、金曜日ですね、とても嬉しいことがありまして、コケラクフィルムさんっていう YouTube の、コケの YouTuber の方ですね。コケテラリウムの作品の紹介とかね、みんなが作りやすい、誰もが簡単に作れるコケテラリウムをテーマに YouTube 動画アップされているコケラクフィルムさんなんですけれども、その方にね、がっつり西横県の苔をレビューしていただきまして、なんか本当に初めてだったんで、ああいう紹介してもらうようなことが初めてだったんで、なんか嬉しいっていうのと、恥ずかしいっていうのもあるんですけれども、すげえ緊張しましたね。なんか緊張しました。動画見てて緊張しましたね。今日はそのことについていろいろ喋りながら動画ね、作っていきたいなと思ってます。そうなんですよ。動画コケラクフィルムさんに紹介していただくというそのきっかけというか、きっかけなんですけれども、最初コケラクフィルムさんからツイッターでね、苔買いたいんですけれども、で動画でご紹介させてもらっていいですかみたいな感じで、そういう感じのツイッターの DM いただきまして、そこから始まった感じなんですけれども、でそもそもですね、コケラクフィルムさんは以前からですね、ツイッターで絡ませていただく機会が多くて、で僕は勝手にコケ友だと思ってるんですけどもコケラクフィルムさんはなんか YouTube の活動をし始めたのが同じぐらいのタイミングだったのか、ちょっと僕が早かったぐらいかな。でなんかそんな感じで、すごくなんか多分年も近いんじゃないかなと思うんですけども、それで勝手に僕はもう友達だと思ってて、普段からそうツイッターでのね絡みとかもさせてもらってた感じです。あともう一人ね、ヒロシックスさんという方がいらっしゃって、ヒロシックスさんは苔のことが大好きで、それでそれ結構前から、僕がおそらくその苔テラリウムとか苔の栽培とかをやる前からすごい苔のことをね、楽しんでいらっしゃる方で、その地元のそういう苔の観察会に行かれたりとかされてるような方だと思うんですけど、で実験的な着生石の実験やられていたりとか、あとは軍手にねたくさん苔をね着生されたりとかしている面白い方なんですけど、コケラクフィルムさんとヒロシックスさんはなんか僕の中ですごく距離感の近い方だなと思ってて、で絡ませていただく機会もツイッターとかでも多いんですけども、でコケラクフィルムさん普段からそういう感じで絡ませていっていただいてて、ですごく応援してもらってる感じですよね、西横県の活動とかもなんか。そうですね、今回
改めて西洋苔の苔を買っていただいて、でレビューの動画を撮らせてくださいみたいな感じだったんで、まあどういう風に動画撮るとか、どんな感じになるかとかも一切別にやり取りもなくて、ただそれだけだったんですよね。それで、いいですよって僕もお返事させてもらって、そこから始まった感じなんですけれども、本当にね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。いや、あんな風になるんだと思って、動画、なんだろう、ずっと緊張し続けて見てましたね。でもし見てない方いらっしゃれば、コケラクフィルムさん、概要欄にリンク貼っとくんで、その動画のリンクも貼っとくんで、ぜひね、見ていただければと思います。それで、なんか、自分の育てた、栽培した苔がお客様の手元に渡って、で、箱の開封から、いや、どんな風に、開けてもらってどんな風に紹介してもらったりするんだろうと思いながらですね、本当ドキドキしながら見てたって感じです。本当に嬉しいことにというか、ちゃんと、届いて、状態のいい状態で届いてですね、で苔の状態も満足していただけるような内容で、コケラクフィルムさんらしいコケテラリウムに、作品として作っていただいたその完成品も見させていただいて、なんか苔栽培農家冥利に尽きるなっていう感じの本当動画でしたね。で、そうなんですよね。きっかけはそういう感じで、そのツイッターのDM でさらっと、コケラクフィルムさんも結構あっさりというか、なんというか、コケラクフィルムさんも別にただもう買わせてくださいっていうのと、動画で紹介させてくださいみたいな、よかったら紹介させてくださいみたいな感じだったんで、それ以上のやり取りもなくて、で僕もお客様として買っていただいてるのもあるし、別に変によいしょしてくれなくてもいいんで、コケラクフィルムさんが感じたままの状態を、その率直にいいこと言ってもらう必要ないんで、そのままの感想を紹介していただけたらと思いますみたいな感じで、僕もそんな感じでお返信してたんですけども、ただね、それはもちろん動画にしていただくんだったら喜んでいただくような、そういう動画になるのが一番ですし、で私も別にコケラクフィルムさん動画にしてもらうからっていうことでなんか特別なことをねしたわけでもなくて、皆様にお届けする同じ品質の苔を同じようにお届けしたっていうただそれだけなんですけれども、ただ苔の組み合わせ、卵苔と高野万年草買っていただいて、で合わせて容器、グラス型の容器も買っていただいたんですけれども、でコケテラリウム作品も作るっていう風なことだけは聞いてたんで、この容器だと高野万年草はおそらく容器が合わないんで、高野万年草のコケテラリウム作品に使うんだったらプジャンの方がよく育つと思いますよっていう、そのことだけですね言ったって感じなんですね。それですごい西洋苔園のどういう思いで苔栽培してるかとかですね、その背景の部分までちゃんと紹介していただいて、動画にしていただいてね、本当にあれ編集とか動画内容、企画とか、おそらく喋る内容とかもすごい考えて撮影したんじゃないかなと思って、あれ結構大変だったんじゃないかなと思います、動画。コケラクフィルムさん本当ありがとうございました。いや、それでもあれ寝る前かな、僕も寝る時間早いんですよ、10時半ぐらいなんですけども、で寝る前ちょっと前ぐらいに公開されたんで、それ見て、いやもうね、見ないわけにいかないじゃないですか。もう見ちゃったんで、パンと上がってるの見えちゃったんで、で寝る前だったのもあって、なんか興奮して見た後ね、ちょっとね興奮して寝れなかったんですよね。結構気が高ぶっちゃって、それぐらいなんか緊張したし嬉しかったかな。本当
誰かにこう動画で紹介してもらうのって初めてだったんで、すごく緊張しました。でもね、今後もなんかコケラクフィルムさんコラボみたいなこともできたらいいなと思ってはいるんですけれども、どういうコラボがいいのかちょっと分かんないですけれども、なんかできたらいいなと思ってます。2人でこうライブ配信みたいな感じでもいいですしね、なんかできたらいいですよね。なんか動画になるんで、そのね、案件チックな感じになるのも嫌ですし、そのなんか便宜を図るんで褒めてくるみたいな、そういうマーケティングとかも僕あんま好きじゃないんで、本当にただただごくごくお客様として当たり前のこと、苔栽培農家としてもお客様に喜んでいただくっていうのを、それが当然だと思ってるんで、当たり前のことだと思ってるんで、一人のお客様として当たり前のように私はこう接して、当たり前のように対応させてもらって、当たり前のようなこう苔発送させてもらったっていう感じなんですけどね。まさかあそこまでめちゃくちゃ踏み込んでこう解説熱く語っていただいた感じで、なんかめちゃくちゃ嬉しかったですね。そんな感じです。でコケラクフィルムさんも苔のねスターターキットみたいなものもメルカリで販売されてるようなので、そちらもチェックしてもらって、最近コケラクフィルムさん絵本を出版されたらしいんですよね。絵本、コケラクさんのコケラクっていう声が出ないですけど、かわいいね。コケラクっていうシーンに出てくるお地蔵さんの物語、コケラク地蔵の苔散歩ですかね。そういう絵本を出版されてですね、苔好きの方ぜひ手に取ってね見ていただきたいんですけれども、ぜひね一人でも多くの方にコケラクさんも知っていただきたいし、絵本もね手に取っていただけるといいですよね。はい、今日の苔収穫できました。よいしょ、こんな感じですね。コケラクさんが動画で言われてた苔のね卵苔が、コケラクさんがお持ちのねこの卵苔と全然こうなんか印象が違うと、なんかこうきめ細かいっていうかね、で違う種類に見えるぐらいの感じですとか言われてましたけども、あれ卵苔ですでコケラクさんがね手に持たれてた卵苔は結構毛足が長くてこうコロニーもこうわっと広がってる感じですね。わっと広がったような株の苔、卵苔です。であれね結構年数が経ってるコロニー、卵苔のコロニーだとああいう風な感じにこううわーっとこう広がる感じですね。だから多分うちの卵苔は栽培の卵苔なんで若いんですよね。まだそのコロニー自体が若いで、一本一本の株のきめも結構細かいんですよね。でこれもですねずっと何年もこれで栽培してると卵苔コケラクさんが手に持ってたみたいな卵苔の頃にもっとこうぶわっとこう密度がこう広がっていく感じの卵苔になると思います。でただそういった密度の元々の密度の違いっていうのもあるんですけど、あとこれをね処理してこの開け足とかも切ってですね水で洗ったりとかしてるんで、こんな風にね結構こういう風に圧縮されてるって感じですかね。でお届けしてるんでさらにちょっときめが細かいようなその違う種類に見えるぐらいこんな感じですねに見えるぐらいの密度になってただけで、こうやって入れるとね
密度がね、こうなりますよね。でも違う苔に見えますけども、あれ卵苔なので、ご安心ください。はい。で、あと、高野万年草ですけれども、容器がもうポップジャーの容器使うって分かってたんで、で、そのサイズに合うような株を選定してお届けしてました。で、うちの株は、大型の株もあれば小型の株もあって、で、それを選べるように、ご購入の時はですね、選べるように、してるんですけれども、で、今回もポップジャーっていうのが分かってたんで、ポップジャーに合う容器に合う、高野万年草を出荷させていただきました。そういった感じで、結構用途が分かってたら、そういうふうに、こっちの方がいいですよ、みたいな感じで、株をね、選定して、お届けしたりはしています。って感じですね。で、あと、きめ細かかったみたいなお話、その、高野万年草も、きめが細かくて、毛足が長いみたいな感じで言われてましたけれども、これはおそらくですね、栽培の高野万年草は結構そういうふうに葉がかなり展開しやすい。じゃないかなと思いますね。その天然と養殖の違いじゃないですけれども、自生株とそういう栽培した苔の違いかなというふうに思います。ふわーっと枝葉がですね、特に愛媛県は温暖な地域なんで、その枝葉の成長がですね、かなり旺盛になりますよね。自生株に比べると。高野万年草の自生株って、やっぱりその風当たりが強かったりとか、冬寒かったりとかするような場所に生えてることが多いんで、結構、ストレスにさらされてるというか、風に吹かれたりとかしながら、結構筋肉質な株になることが多いですよね。で、一方これ見ていただくとわかるんですけれども、うちの栽培の高野万年草はこのようにね、常に蓋がついてるような、環境で育ってますので、そんな風にさらされるっていうことはあんまりないですよね。なんで、枝葉の成長がかなり伸び伸びとした成長になるんで、そういう風にね、きめ細やかな枝葉に成長してくれるんじゃないかなというふうに思います。って感じですね。はい。じゃあこれね、持って帰ってまた出荷作業していきたいと思います。いや、本当改めてね、YouTube ご登録者数も1000人超えて、で、1000人超えたあたりからね、いろいろな、動きが、新たな動きがいろいろ出てきたなっていう感じで、で、コケラクさんに取り上げていただいたのもね、その一つです。で、この前の液肥を与える動画で、ハイポネックスとリキダス使ってたんですけれども、で、コメントでね、めちゃくちゃいいことを教えていただいて、ハイポネックスの、ね、微粉っていうのがいいらしいとかいいですよということで、ハイポネックスの微粉が苔とか地衣類とかシダ類とかですねにはハイポネックス微粉の方がいいと。で、そういうコメント、的確なコメントをいただく方がいらっしゃってですね、もう神ですね、その人もなんでそこまで詳しいんだみたいな感じのですね、もう僕なんかよりも全然おそらく苔のことをご存知の方なんでしょうけれども、ね、そういった方からコメントいただいたりとかもして、コケラクさんにもね、ああやって取り上げていただいたりとかしてですね、最近本当に嬉しいことが続きます。ありがたい限りですね。で、最近ちょっとね、動画にはしてないんですけれども、ちょっと変な人にずっと絡まれてて、LINE とかも電話もかかってくるし、もうメール、Twitter、YouTube、もうコメントとかもですね、いろいろ来てたんですけれども、ちょっと変なやり取りが最後続いてですね、こっちからちょっともう関わりませんっていうことでブロックさせてもらってたっていう感じの方がいらっしゃってですね、でそれがずっと最近その人に付きまとわれてた感じで、ちょっとね萎えてたというか、うわまた来たみたいな感じで、ちょっとそういうこともあって、
いや YouTube やってるといろいろあるなと思ってたんですけれども、いいこともやっぱりあるんですね。悪いこともたまにはありますけれども、それは一つ一つね、冷静にもう対処していくしかないんでしょうがないんですけれども、本当に嬉しいことが続きまして、改めましてコケラクさん本当にありがとうございます。今後もぜひ仲良くしてください。僕もね、積極的にあんまりガツガツ行く方じゃないんで、こうマイルドな感じでね、僕も対応させてもらってますけれども、めちゃくちゃ嬉しいですし、本当にいろいろ一緒にやっていけたらなと本当に思ってますんで、今後もぜひよろしくお願いします。はい。YouTube とかもそうなんですけども、率直な、正直にやっていきたいっていうのと、あんまりオーバーなね、そのマーケティングとかもうあんまりしたくないっていうのと、オーガニックにやっていきたいなっていう感じなんで、動画で紹介してもらえるからって言ってね、こうプレゼントとかそういうことも僕しないんで、本当に買っていただいて、それを率直に感想を述べていただいて、それでね、結果いい風になればそれが一番ですし、そういう風に思ってますんで、本当に無理なくやっていきたい。今までウェブマーケティングとかずっとやってきてですね、それでウェブマーケティングのしんどい面とかもたくさん経験してきたんで、自分のやってる商売はね、本当にオーガニックにやっていきたいなっていう、そういう思いが強くあって、であんまり変にね盛り上げたりとかオーバーなこともねあんまりやらないんですけど、ただ本当に気に入っていただいて仲良くしていただける方っていうのは本当にね大切にしていきたいなと思いますし、一緒にお互い何かこう私なりにね盛り上げていけたらなというふうにも思ってますので、今後も絡んでいきましょう。まだ私も至らない点、コケのことで全然まだ勉強不足な点もたくさんあるので、コメントいただいたりとかしてですね、ご指導ご鞭撻いただけますと非常に嬉しいです。今後もよろしくお願いいたします。それではですね、こんな感じで水も溜まったんで、はい、動画締めたいと思います。コケラクさん本当にありがとうございました。ちょっとアンサー動画になったかどうかわかんないですけれども、はい、私なりのちょっと感謝の気持ちをですね動画にさせていただきました。こういうお地蔵さんがね、コケラクのお地蔵さんがいらっしゃいますんで、ぜひですねコケラクさんの YouTube チャンネルもチェックしていただければと思います。はい、それではですね、この動画も最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。